で、夏はあんまり好きじゃないので、ってなってます、いつも。なんでその時期大好きです。一年中3、4、5でいいって思います。こんにちは、カレンです。元気にしてますか？ですね、私の好きな季節、春なんですけれども、なんで春が好きかっていうと、まず第一に誕生日が3月なんですよね。で、3月、まだちょっと肌寒いんですけれども、でも冬よりはちょっと暖かくなって、外で過ごしやすくなる日が増えるのがすごく好きな理由なんですけれども、あと春ってウキウキワクワクするイベントが多いんですよね。私の誕生日も含めて、その中でも結構その季節を感じられるイベントありまして、日本で言うと花見ですね。私花見すごく好きなんですよ。なんか桜を見るのも好きだし、桜が舞ってるところもすごく美しいなと思いますし、それがお昼見ても夜見ても綺麗なんですよね。お花見ってすごいなんか季節のこの1年の中で一番季節を感じられる、日本の四季を感じられるすごくいいイベントだなと思ってるんですけれども、今日はそんな花見についてフリートークでお話をしていきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。桜というお花は季節春のとても代表的な、お花になるんですけれども、その桜は結構始まりを意味してまして、いろいろな春の季節、日本って4月のその桜がすごく綺麗な時期にいろいろなことが始まるんですよね。あの小さいお子様は小学校入学したり、中学校、高校、大学と、入学の時期にもなります。あと社会人は大人の方はですね、仕事始まりの月にもなります。歴史においても結構桜を読まれている句や詩って多いんですよね。なので昔からとても桜の季節、春の季節はあの大切にされているというか、昔からある日本の桜を見て、この心を癒されていく、これからいろいろなことを始めるにあたって頑張ろうという気持ちになる、はい、そんな季節の桜の花がとても大切にされています。と、日本ではお花見という文化もありまして、桜を見ながら仲を深める、お友達とワイワイピクニックをしたりとかバーベキューをしたり、お花を見ながらお話をすることによって、その交友関係も深まるというイベントもやっています。早い地域だと、沖縄ですね、暖かい早い地域だと3月の初め頃からもうお花がつき始めるんですよね。で、どんどんこの南の沖縄からこうどんどん北海道まで咲いていくんですけども、北海道で遅いとこ場所、上の北の方で遅い場所で5月に見られます。でも基本的には私の住んでいる広島もそうなんですけれども、4月の頭もしくは3月の下旬ですねに咲くことが多いです。小学1年生の時の入学式ですね、はい、門の前で友達と写真を撮ったんですけど、私背がすごい低くて友達は背が高かったんですよ。でこう背伸びをしながら撮ったんですけど、その時にすごい桜が綺麗に舞っていたなっていう記憶があります。毎年お花見はしますが、いろんな感じありますで、その家族でお花見をすることもありますし、お友達とすることもありますし、お昼お花見をする年もあれば夜お花見をする年もありました。今年はお昼ですね。お昼お花見をしてバーベキューをしてワイワイいろんな家族たくさん集まってお花見をしました。あと私の住んでいる家の近くにもすっごい立派な桜の木が立て続けに3本ぐらい生えてるんですよ。ドンドンドンって。でそこで犬の散歩をしながら写真撮るのは毎年やってますね。去年今年とやりました。すっごい綺麗です。広島だと
肘山公園、私すごくおすすめしていて、肘山公園は登っていく途中ももちろんそうなんですけど、公園にぐるっと桜が植えてあるんですよね。でそこで数年前ピクニックしましたし、バーベキューもしましたし、夜桜も見に行ったことあるんですけれども、なんか提灯とかもぶら下げてあってすごく可愛いんですよ。桜の花が咲くと、うわ春来たなーって思います。毎年すごいなんか見てるだけで心が癒されるというか、ワクワクウキウキする気持ちになりますね。それこそ今年お仕事の以前ご一緒していただいた方、ご一緒にお仕事させていただいた方とのお花見で、家族ぐるみで、参加して、皆さん小さいお子さんからね、大きいお子さんまで集まってみんなでワイワイバーベキューしました。それはあそこだ、白島の河川敷だったんですけど、めちゃくちゃ人多かったです。駐車場探すのすごく苦労しましたね。でもめっちゃ綺麗でした。桜以外の花見は桜よりちょっと早い時期ですね。梅の花を見ることができます。すっごくいい香りがするんですよ。なんか梅って結構酸っぱいツンとした感じの匂いのイメージなんですけど、その加工される梅の香りを思うと、その前のお花の香りなのですっごく甘くて、で花もちょっと白っぽいんですよね。白っぽくて可愛いです。それと同じ時期ぐらいに桃の花も、桜よりちょっと前に桃の花も開花しますね。桃は私記憶の中では桃の花見たことあるかな。でもやっぱり桜が圧倒的に多いので、なかなか桃の花と梅の花珍しいのではないかなと思います。そうですね、お花見の時はやっぱり桜ですね。でも桜って花が散って緑が覆い茂った夏の時期も美しいんですよ。お花見も美しいんですけども、葉桜になっても美しくて、結構咲いてから長く楽しめます。絶対に桜を傷つけないってことですね。これは桜を育ててる方もおっしゃってたんですけども、やっぱりその傷つけたところから虫が入ってくんですよ。なので桜は絶対に傷つけない。枝を折って花を散らしたりしない。私今年お花見の時にすごくいいサービスというかサービスかだなって思ったのは、もうバーベキューを準備してくれるんですよ。ここでやりますって言ったら、その場所にバーベキューセット全部持ってきてくれて、最後全部撤収してくれるっていうサービスがあったんですよね。ゴミも捨ててくれる。ビールサーバーもあるし、バーベキューセットもあるし、持参するものはお肉とかだったかなとか、なんかそのマシュマロ焼きたかったらマシュマロ持ってきてくださいねみたいな感じで、もうほとんどおそらくコースがいろいろあって、お肉も準備してくださるコースもあると思うんですけども、この準備する手間が省けるっていうのはすごくいいサービスだなと思いました。花見はもう春って感じですね。季節の春。桜はもう春の時期にしか見られませんし、本当に春を感じられる雰囲気ですね。ちょっとまだ肌寒いけど暖かくなってきたよなっていう、目で見ても楽しめるし、この体感でも楽しめるし、心もすごく暖かくなりますね。でも私は結構儚い感じで寂しさとかではなくて、今からどんどん暖かくなってくんだっていう喜びとか嬉しさもありますね。ずっと寒いので、冬の時期ずっと寒いので、どんどん暖かくなって、日向ぼっこすごく好きなんですよ。もうぼーっとあったかーっていう外のこの暖かい空気に当たるのがすごく好きなので、その暖かくなる時期すごくワクワクしますね。ずっとワクワクしてます。で、夏はあんまり好きじゃないので、ってなってます、いつも。なんでその時期大好きです。一年中3、4、5でいいって思います。昔よりとても楽しむ人が増えたと思うんですよね。ちょっとコロナ禍で縮小はしたんですけども、それでもコロナによって
増えた新しい生活スタイル、生活様式、例えばテイクアウトが重視されるようになったとか、とってもお花見向きだと思いますし、そういう面ではキッチンカーやフードトラックってすごく増えたんですよ。今までは屋台だったけど、屋台じゃなくキッチンカー、フードトラック、どこにでも行けるっていう飲食店のようなものが増えたので、お花見の場所にそういったフードトラックが来てる花見スポットも増えたと思います。はい。では今日はお花見についてフリートークをしていったんですけれども、いかがでしたか？ちょうどですね、日本に来られる時期によっていろんな季節があるので、来られる方ってすごく迷われると思うんですよ。服装にしかり、持ち物にしかり。でもやっぱり春の時期ってとても過ごしやすい日が多いので、桜も日本の象徴するね、お花の一つですし、その時期ぜひ来てみていただきたいですね。皆さんの日本に来た時に行ってみたい桜のスポットとか、ここ行ったすごく良かったっていう桜のスポットとか、ぜひコメント欄にて教えてください。それとビデオの説明欄に私たちの文法コースの紹介もあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。道元さんのコメディ動画を使って私たちの選んだ文法ポイントを解説したりしています。肯定アクセントと発音のコースもあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。ネイティブスピーカーのように聞こえるコツがよくわかるとってもいい動画になっています。おすすめです。では最後にですね、いいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。これからも日本に関することや日本語を学ぶコツなどについてお届けしていきたいと思います。それじゃあ、バイバーイ。寒い。寒いと肩が